から実はあなたのコーヒーが美味しくないのは濃いからなんだよ、濃いからなんだよっていうことを俺は言いたい。あー、わかりやすい、これは。はい、じゃあ哲さん、今カメラ回したんですけど、はい、ちょっと何も今私聞いてない何をこの2杯まず入れられてたのかっていう、なんかちょっと意図があるから言わないってことでさっき私は聞いてたんですけども。そうですね。はい。ちょっと思うところがあるんで、はい、まず飲んでもらおうかなと思います、はい、植松くんに。はい。あ、コーヒーに愛された男、粕谷です。よろしくお願いします。そこで差し込んでください。というわけでね、ちょっと飲んでみてもらっていいですか。わかりました。まず。まあ入れたのはうちの、普通のエチオピアなので、はい、同じ豆ですよね。まあ同じ豆。はい、じゃあちょっとまずこれ。こっち側のまずカップからいただきます。まあまあ普通。普通にはい。いつもテスさんが入れてくださる味って感じです。同じ豆でしたもんね、これ。まあ同じ豆。ちょっとなんか、なんて言うんだろう。茶渋じゃないですけど、なんかお茶の出がらしみたいな渋い感じの。あるよね。なんかちょっと嫌な味ですよね。なんか、これ、まあ何を今日言いたいかっていうと、はい、なんかさ、俺家でコーヒー入れててまずくなることないんすよ、はい、俺。でも結構多くの方って自宅でコーヒー入れるとなんか美味しくないとか、なんかどうもうまくいかないんですよみたいなこと言われることってあるじゃないですか。はい、で俺の中で仮説として、まあそういう方たちって結構酸がきついとか、はい、なんか飲みにくいとか、はい、それって濃度感のズレなんじゃないのって思ってて、で大抵の場合多分それが解決するんですよ。それでなるほど。濃度がずれるとどうしたってうまくないっていうのがあってですね、そうこっちが適正の濃度で、はい、こっちは濃いんですよ。ただ濃いだけ。なるほど。なのにギュッとくるから、なんていうんですかね、ちょっと嫌な味を感じちゃうみたいな。すげえなんか苦くも感じるし、はい、酸もきつく感じるじゃん。はい、これが多分ほとんどの家庭で起きてることだと思うんですよ。なるほど。だからちょっとこれも濃度で測ってみると、はい、多分ねすごい差があると思うんだよな。そうやっぱりこれ濃度測っても、はい、こっちより 0.4 ぐらい TDS 高いんですよ。1.3 と 1.7 みたいな。なるほど。でこれ引き目を変えてるぐらい、ほとんど。ちょっとこっちの方が湯量も減らして極端な差を作ったんだけど、はい、注いでる湯量も 15g の230、15g の200ちょいで、まあちょっと差はあえてつけて、でクリック数もこっちは C60 で、45、こっちは35みたいなにしてるんです。ちょっと細かく引いただけで濃度ってマジで変わっちゃうんですよ。これをやっちゃうと俺らみたいなさ、こんな TDS 系なんて家にないじゃん。そうするとなんか美味しくないで終わっちゃうの。わかります。自宅でやってると。今こうやってブラインドで確かに飲ませていただいて、なんかすごい嫌な味を感じた、それがただ濃度だけだったっていうのを今は分かって、なんかすごい面白い感覚に陥ってるんですけど。そうだ、濃度だけで味ってマジで良くもなったり悪くもなったりするんですよ。でどんなにいい豆を使っててもやっぱまずくなる。特に酸っぱく感じる。酸がきつくてっていうのが実は自宅でも起きてんじゃないんですかっていう。だから実はあなたのコーヒーが美味しくないのは濃いからなんだよ、濃いからなんだよっていうことを俺は言いたい。わかりやすい。これはだからね、これ薄めたら、ちょっと薄めたらマジで飲みやすくなるから、まあ、ちょっと適当に薄めじゃね、
まあ、なんか、ね、一般家庭でもやっぱりそのちょっとコーヒー自分で入れたやつにお湯で薄めるってなんか嫌だって思う方いらっしゃるかもしれないですけど、いやもう薄めるは正義だからめっちゃ飲みやすくなるでしょ。めっちゃ飲みやすくなりましたね。なんかなんかさっきやった嫌な味どこ行ったんですよね。一気に奥行きがブワーって広がって、で透明感が増して、でアシディティも濁ったアシディティからクリアなアシディティに変わるじゃん。はい。だからもうこれなんですよ、美味しくないって言ってる理由のほとんどがコーヒーなんてそんなにまずくならないから、はい、適切な道具使って、まあ、簡単な話46メソッドでバッて入れてればそんなにまずいものってなくって、でもどうしてもさグラインダーってみんな違うじゃん。であと水も違うんで抽出効率かなり変わっちゃうんですね、使う水によって。俺らの水ってかなり柔らかいものを今事務所で使ってるから抽出効率も高いんですよ。だけどそうじゃないものでやったりすると抽出効率悪くなってとかで細かくしなきゃいけなくてみたいなことやってるとだんだん濃くなってっちゃって濃度感が変になる。でそうすると何飲んでも酸っぱいとかってなっちゃう。これをもっと広めたいいやこれはでも確かにそうですね、ブラインドでこうやって飲み比べるとめちゃくちゃ分かりやすくなりますね、だからね濃いだけ、もうみんなのコーヒーがまずいって言ってんのはもう適正な濃度にさえすればよくて、ただその適正濃度を測れないから酸っぱいなとかちょっと渋いなとか飲み口がちょっと違和感ある、ザラザラしてるとかっていうことがあった時はもうお湯で薄めてください。もうそれで解決。極論言うとちょっと飲んでみて、最初からなんかこれ薄いな、薄くて美味しくないなって思う時以外は、お湯入れてみればいいみたいなところですかね。もう最初に飲んで薄ってなったらもう終わりそれはもう一回入れ直してください。それはもうマジで無理、もうどうしようもない。煮詰めるしかないかもしれない水分を蒸発させるっていうまあそれも無理だから、ほんで薄くならない方がまだ救いようがあるよね。なので今言ったようなちょっと苦いなとかザラザラしてて飲みにくいなとか、あと酸がギュッとなってる感じとかがあった場合はコーヒーを疑うんじゃなくて濃度を疑ってください。それでお湯でちょっと薄めてあげればかなり美味しくなるんで、ぜひ自宅でも試してみてください。まあ今日はそんな感じかな。はい。ちょっとしたポイントで。はい。あなたのコーヒーはなぜ美味しくないのかっていうタイトルでいきたいな。確かに。いいわかりやすい。わかりやすい。というわけで役に立ったよとか、本当だったみたいな方はぜひコメント、いいね、チャンネル登録お願いします。ではそんなところでお疲れ様です。